こんにちは。最近視聴回数が伸びてきてとても嬉しいザートレスです。これからも仮面ライダーとセイントセイヤの両天秤でレビューしていきますのでよろしくお願いいたします。ガンダムもたまにやります。本日紹介するフィギュアはこちら。2003年の2月発売ですね。メーカーはバンダイ、商品名が SIC ボリューム18仮面ライダー V3& ライダーマンでございます。当時の定価は5800円プラス消費税でございました。ですがこちらは2007年の6月に再販されたクラシック版でございます。それでは箱を見ていきましょう。 SIC スーパーイマジネイティブ超合金ボリューム18仮面ライダー V3& ライダーマン。原型制作は安藤健二さんですね。 SIC クラシック2007。はい、こちらクラシック版ですのでバンダイ2007メイドインチャイナと書かれております。いつものバンダイのロゴマークですね。それでは箱の横を見ていきましょう。こちら箱の右側でございます。 V3 が書かれてますね。反対側はライダーマンですね。箱の後ろを見ていきましょう。はい、こちら箱の裏側でございます。 SIC クラシックス2007歴代発売された定番 SIC シリーズを特別パッケージ仕様にて2007年度限定発売。各関節可動により自由なポージングが可能。ライダーマンのショットガン付属。ライダーマンの腕と V3 の銃に装着できる8種類のアタッチメントアームが付属。 V3 正面、 V3 背面出ました。 V3 はクラッシャーが開きますね。素敵。ライダーマン腕用アタッチメントアームを V3 の銃に装着可能。こんな感じですね。オクトパスアームですねこれ。ライダーマン正面、ライダーマン背面、ロープアーム、オクトパスアーム、マシンガンアーム、オペレーションアーム、パワーアーム、スイングアーム、チェーンアーム、ドリルアーム以上の8種類ということですね。はい、こちらにですね当時の定価である5800円って書かれてますね。はい、それではですねクラシック版の特別パッケージ柄の方をね、この柄取ってみたいと思います。はい、こちらがねクラシック版の特別パッケージの柄ですね。そして今ですねオリジナル版のパッケージになりました。後ろを見ていきましょう。後ろもね写真の配置が違うだけで写真自体は全部一緒ですね。箱の底面でございます。底面はねこのようになっております。はい、それではですね開封していきましょう。仮面ライダー V3 をね少し紹介したいと思います。1973年昭和48年に放送されたそうです。僕は生まれておりません。全部で52話あったそうですね。 V3 ということで仮面ライダー3号になるんですが、テレビシリーズのカウントは仮面ライダーの2作目となります。なんでって思いますよね。理由は仮面ライダー1号の放送中に2号が途中参加してきたので、1号と2号を合わせてテレビシリーズ第1作目ってカウントされてるんですよ。なので V3 はテレビシリーズの第2作目ということになります。ややこしいですね。ブリスターパックはですね2枚に分かれておりました。はい、こちらね1つ目のブリスターパックでございます。いろんな付属パーツがついてますけど大体ライダーマンのパーツですね。思いっきり針金で留められております。こちら2つ目のブリスターパックでございます。 V3 のマフラーと手の替えパーツ、そして触覚ですね。右側はライダーマンの触覚とライダーマンの手の替えパーツ、そしてライダーマンのマフラーが入ってますね。こちらもねいちいち針金で留められてますね。外すの難儀なんだよな。こちらですねマニュアルでございます。 V3 とライダーマンの触覚の付け方が載ってますね。そしてマフラーの付け方が載ってまして、ホッパーもこのように付けてねと書いてますね。手の付け替えパーツは右手左手それぞれありますよと書いてますね。そしてライダーマンにはどこにどの装備をさせたらいいというのが載ってますね。マフラーとかね、ホルスター、ショットガン。すごいな。そして下の方にはライダーマンの右手をこれらのアタッチメントアームに取り替えることができますよって書いてますね。めちゃくちゃいっぱいあって面白いですね。裏は何も書いてないですね。そしてこういうものも入っていました。アナザーアギトの時と一緒ですね。 SIC ヒーローサーガ、ホビージャパンに連載されている SIC のストーリーなんですけども、それの特別版ですね。ちょっと見てみましょう。なるほどね。鎧元帥だっけ。鎧元帥のフィギュアも欲しいな。デストロンライダーって、いやかっこいい。
イカルスとかもいいですね。めっちゃかっこいい。こんなのフィギュア化されたらよかったのにね。なんでしなかったのかな、もったいない。買うけどな。あ、ライダーマンの口がある。すごい。見えますかね。ライダーマンの口元にパーツがありますね。うわ、かっこいいな。これ欲しかったな。はい、以上ね、マニュアルとヒーローサーガでございました。それではですね、フィギュアをプラケースから全て取り出したいと思います。はい、それではですね、まずは V3 の付属パーツを見ていきたいと思います。こちら、背中につけるマフラーでございます。頭につける触覚ですね。細かいですね。そしてこちらね、ホッパーでございます。これはね、金属製でございますね。最初はね、この手のパーツ、握り拳のものが両方ついておりますが、手のパーツは他に、この半開きの状態のものがありますね。そして銃を握る時のグリップ用のハンドパーツがついておりました。はい、それではですね、組み立てていきたいと思います。まずは触覚をつけますね。そして腰の左側にね、ホッパーを取り付けます。後ろにして背中にマフラーをつけて完成です。はい、V3 がね、完成いたしました。仮面ライダー V3 風見四郎役の俳優さんは宮内浩さんという方ですね。現在74歳で2022年の今年75歳になるそうです。この方ですね、相当なスーパーヒーローですよ。1975年放送のスーパー戦隊の初代ゴレンジャーの青レンジャーの方ですね。他にはですね、1977年放送の解決ズバットのズバット役、主人公ですね。そしてさらに別の戦隊ですね、1995年放送の超力戦隊オーレンジャーの三浦参謀長をね、演じておりました。 V3 のバイクはハリケーンという名前で、この後レビューするライダーマンのバイクはライダーマンマシンと言いますが、どちらもね SIC では発売されませんでした。とても残念です。今からでも作ってほしいです。バンダイさん、今更ですけどお願いしますよ。 V3 は殿様バッタがモチーフでしたっけね。あれトンボだったかな。まあいっか、どっちでもめちゃくちゃかっこいいですね。緑色にね、赤いマスクっていうのがとても印象的で超かっこよかったですよね。 V3 もう一度顔を拡大したいと思います。さあクラッシャーをね、開けてみたいと思います。あ、人が入ってるね。すごいね。ちょっと暗いな。今ですね、めっちゃライト当ててるんですけど、わかりますかね。唇とか顔の模様とかが見えますね。すげー。シャキーン。うわー、すごい。はい、それではですね、次は V3 の可動域を調べてみましょう。まずは首ですね。おお、一回転しますね。気持ち悪い。次は首の可動は縦にはこのように動きます。そして顎を上に上げてる時にはクラッシャーも稼働するという感じですね。下向いてる時はね、クラッシャーはちょっとあんまり、動くな、めっちゃ動くな。マフラーはボールジョイントになってますので、ある程度角度を変えることもできますね、このように。そして腕、うわ全然動かんな。これ腕は全然動かないですね。こんなもんです。こんなもん。ただ上には上がりますね。こうやって一回転しますね。肘もこんなもんか。こちらもね、古い SIC なので可動範囲はあんまり良くはないですね。一応肘はこのぐらいまで曲がります。手首もボールジョイントになってますのでぐるぐる回りますね。両手一緒ですね。で、足もあんまり開かんな。ここまでですね。 V3 ダブルキック、なんだったっけ。 V3 のキックって1回蹴ってもう1回蹴るんだよね。膝は二重関節になってるんですが、ここまでしか曲がんないですね。で、足首が動くようになってます。胸の下と腰も動きますね、このように。ライダーキックやってみるか。できるんかな。かなりきつくね。無理だ。ライダーキック無理です。全然動かん。これリメイクして作ってくれんかな、この V3 でね。ザ・ネクストの V3 とか発売してないからな。作ってくれよって思うけどな。はい、 V3 のね、可動範囲でございました。続きましてね、ポーズを取らせてみたいと思います。一応 V3 のポーズって感じになりましたね。かっこいいね。 V3 はね、変身の時に最初の頃はね V3 ってちゃんと言ってるんですけど、後半になったら V3 って言うんですよね。あれをね、結構真似した覚えがありますね。世代の方々皆さんそうじゃないですか。行くぞデストロンって感じですかね。V3 はやっぱりね、かっこいいです。
はい、このような感じのね、ポーズを取らせることができます。ただ可動範囲はすごく狭いですね。足もこれ以上開かないですし、もうちょっと頑張ってほしかったなって思いますけど、2003年の発売ですんでね、仕方ないですかね。ライダーがこんな武器を持ったらダメな気がするんですけどね。個人的にはですね、やっぱりライダーは格闘で戦ってほしいです。こういう武器とかを持たないでね。まあ剣とかはいいけど、銃はちょっとな、卑怯な感じするな。仮面ライダー V3 のフィギュアレビューでございました。はい、続きましてですね、今度はライダーマンの付属パーツの紹介でございます。まずね、こちら、ライダーマンのマフラーですね。ライダーマンの触覚でございます。V3 とはね、形がちょっと違いますね。スイングアームでございます。破壊の鉄球みたいだね。チェーンはね、ちゃんと鎖でございますね。こちら、オクトパスアームでございます。タコの手みたいだね。おっきいね、手がね。通常の手はね、このぐらいの大きさなので、だいぶ大きいですよね。付属パーツの開いた手ですね。こちら、ショットガンでございます。そのショットガンを収めるためのホルスターでございますね。こんな風にね、収めるみたいですね。はい、こちらね、森の先みたいなやつなんですけど、こちらチェーンアームと言います。こちらはハテナフックみたいなやつなんですが、これはロープアームと言いますね。そしてこちら、パワーアームでございます。稼働しますね。この3つは別パーツにくっつけて取り付けるというものですね。それがこの2つでございます。こちら腕につけて、こっち側をね、フックとかつけるんですよ、こうやって。こんな感じ。こんなとかね。あと、このような感じで取り付けることができます。こちらはマシンガンアームでございます。失礼しました。こちらね、V3 の武器ですね。V3 の銃でございます。こんな感じでね、V3 の銃をカスタムすることができますね。はい、こちらはオペレーションアームでございます。ここね、稼働するんですよ、こうやって。こちら、ドリルアームでございます。こんな感じですね。それではですね、まずはノーマルに組んでみたいと思います。最初にマフラーをつけました。そして触覚をつけます。触覚をつけたらね、今度はショットガンをね、装備して、これで出来上がりですね。はい、ライダーマンがね、完成いたしました。仮面ライダー4号であるライダーマン、結城ジョージ役の俳優さんは山口武久さんという方ですね。残念ながらですね、1986年に41歳の若さでこの世を去ってしまいました。謹んでお悔やみ申し上げます。10人目の仮面ライダーであるゼクロスが映像化されたテレビスペシャル10号誕生仮面ライダー大集合という番組にね、出演されたのが最後のテレビのお仕事だったそうです。この方もね、特撮には他にも出ておりまして、1974年放送の電人ザボーガーに大門豊役としてね、出演しております。ちなみにこの電人ザボーガーでも山口さんはバイクに乗っておりまして、そのバイクはね、ベースがライダーマンの頃に乗っていたバイクと同じ、ハスラー TS250 というバイクがね、ベースになったそうですよ。昔アルバイトしていた時に、後輩とね、仮面ライダーの話になったことがあって、後輩がね、仮面ライダーって変身しないやつがいますよね。ヘルメット被るだけのやつがいますよね。って言われて、すぐにね、ライダーマンのことを言ってるんだなって分かっちゃいました。ヘルメットを被ることが変身なんだと思うよって言ったらね、え、そうなんですか？めっちゃ地味ですね。って言われたのを覚えてます。はい、それではね、ライダーマンも関節の可動を確認していきましょう。首を動かすとね、マフラーごと動きますね。こんな感じですね。首は一回転しないですね。腕もやっぱり関節は厳しいな。右手と左手関節が違うね。左手はね、ボールジョイントになってるんですけど、右手はね、この後半の SIC みたいな関節可動になってますね。それはね、腕が取り替えられるからなんでしょうね。開きはこんなもんですね。両手とも。万歳まではできますね。左手の肘、90度までは曲がらないですね。そして、手首は動きます。右手関節が違うのかっこいいね。右手のここにね、引っ掛けるところがありますよね。これ何をするかっていうと、右手を取り替えるときに、こう取り替えるんですけど、取り替えたら、背中のね、こっち、見えますかね？ここにフックがあるんで、ここにね、手をかけるんですよ、こうやって。ほら。上等でしょ？いいね、ライダーマン。素晴らしい。そして別の手をつけるということですね。はい、いろいろなアタッチメントアームをね、取り付けてみたいと思います。ドリルアーム、マシンガンアーム、オペレーションアーム、オクトパスアーム。オクトパスアームの角度違いですね。ロープアーム、チェーンアーム、スイングアーム、パワーアーム。はい、最後はね、ショットガンですね。以上ですね。ライダーマンの全アタッチメントの紹介でございました。しかしライダーマン、かなり厳しい表情されてますね。食いしばってるなぁ。そのままマスクスポッて抜けたらいいのにね、これ。
ちゃんと鼻の穴とかまでありますね。すごいな。細か。仮面ライダー4号ライダーマンのフィギュアレビューでございました。この動画を見ている方々ね、ぜひとも仮面ライダーの思い出をね、コメントしていただけると嬉しいです。別にね、V3 とかライダーマンに限らず、別の仮面ライダーでも全然いいですからね。詳しいとか詳しくないとかも関係ありませんからね。僕もね、深い話をいっぱい知ってるわけじゃないんでね、楽しくワイワイコメントのやり取りができたらなと思います。それでは本日は2003年の2月発売 SIC ボリューム18仮面ライダー V3& ライダーマンのフィギュアレビューでございました。 SIC は全部かっこいいからな。できることなら全ての SIC をフィギュアレビューしたいと思います。次回の仮面ライダー SIC フィギュアレビューは SIC ボリューム23仮面ライダー龍騎でございます。本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。